熊対策600億円の真実とガバメントハンター。1、数字で見る熊問題。熊の個体数は今、統計史上最も増えています。本州のツキノワグマは約 4.4 万頭と20年で倍増し、北海道のヒグマは約 1.2 万頭と4倍近くにまで膨れ上がっています。2025年度の出没件数は約4万7000件を超え、死傷者数も高い水準で推移しており、日本は今や世界屈指の熊衝突地帯となっています。外国との比較密度と分布、日本の熊問題が得意なのはその密度です。北米や北欧は広大な土地に熊が分散していますが、日本は国土の3分の2が森林でありながら、そこに1億2000万人の人間と過密化した熊が隣り合わせで住んでいます。人口当たりの熊被害が世界最悪レベルなのはこの異常なまでの近さが原因です。森林の復活とハゲ山の終焉、意外かもしれませんが、かつての日本はハゲ山だらけでした。燃料として焚き火薪を大量に取っていたため、熊の住処はむしろ減っていたのです。しかし燃料革命で山に人が入らなくなり、森が豊かに復活。さらにかつては熊の手や胆の熊のりが高値で売れたため、ハンターがこぞって狩りをして個体数を抑えていましたが、市場の縮小と狩猟規制、そして保護対象になったことで爆発的に数が増えました。エゾシカと高栄養な牧草の穴。北海道ではさらに複雑な連鎖が起きています。牧草の改良、酪農家が生産効率を上げるために導入した高栄養な牧草をエゾシカが食べたことで鹿の個体数が爆発。不法投棄の悪循環。一部のハンターが取った鹿のロースだけを切り取り、残りの死体を山に捨てる鹿捨て場が地元では暗黙の了解として存在していました。熊は狩りをしない。実は熊は動いている獲物を捕まえるのが苦手です。獲物の方が足が速く、狩りの成功率は決して高くありません。しかし人里近くで高栄養な牧草を食べて死んだ鹿やハンターが捨てた鹿の山は熊にとって動かない最高のご馳走になりました。わざわざ苦労して狩りをしなくても、その辺りに餌が落ちているこの環境が熊を人里に引き寄せ、繁殖率を劇的に高めた真の理由です。2、ガバメントハンター。この事態に対応するため政府が本格始動させたのがガバメントハンターです。これまでのボランティア頼みの駆除から自治体が直接雇用するプロの公務員専門員への転換を意味します。想定年収は400万600万円。警察や自衛隊 OB、若手専門員を雇用し、ドローンや AI カメラ、GPS などの最新技術を駆使して24時間体制で街を守る専門組織が作られています。人数どのくらい配置されるのか、全国的な目標各都道府県に数名十数名の中核的な専門員を配置し、さらに被害の激しい市町村単位での雇用を推進しています。チーム構成。北海道や東北などの重点地域では1自治体当たり35名程度のチームを組み、ローテーションで24時間体制の監視ができる体制を目指しています。将来像。環境省は全国で少なくとも数百人強の公的専門員を確保し、地域の猟友会と連携する司令塔にする計画です。スキル求められる能力。単に銃が撃てるだけではなく、高度な専門スキルが求められます。高度な射撃捕獲技術、市街地や夜間など極めて困難な状況下での安全な射撃技術、 IT デジタルリテラシー、ドローンの操縦、 AI カメラの解析、 GPS クリアによる個体追跡データの分析、危機管理コーディネート能力、出没時に警察消防役場猟友会の間に立ち現場を指揮する能力、野生動物学の知識。熊の行動生態を理解し、単なる駆除ではなく追い払いや誘引言語や残飯の除去を指導する知識。行うこと主な業務内容。24時間パトロール、出没多発時期の巡回監視、緊急出動、出没連絡を受けた際の現場急行と状況判断を追い払うか捕獲するか、科学的な調査、捕獲個体のデータ収集医の内容物や DNA の調査を行い、次の出没予測に役立て、住民への防除指導、柿の木の伐採や電気しがらみの設置など、熊を寄せ付けない街づくりのコンサルティング。場所どこで活動するのか。活動拠点、主に自治体の役場、または鳥獣被害対策実施体の事務局。現場、人里と山の境界線がメインの現場です。特に学校の通学路、農地、観光地、国立公園などが重点監視区域となります。ライセンス必要な資格。公務員として採用された後、以下の資格保持または取得が必須条件となります。第一種重量免許、散弾銃やライフル銃を扱うための免許、罠猟免許、箱罠等を使用するための免許、銃砲所持許可、警察署による厳格な審査を経て得られる許可、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者証、国の認定を受けた事業者のスタッフとしての証明、特殊車両の免許、雪山や悪路を走行するための大型特殊免許、ドローン操縦ライセンスなど。補足。なぜ自衛隊 OB なのか。政府が自衛隊 OB の活用を検討しているのは、単に銃の扱いに慣れているからだけではありません。無線による組織的な通信や間のパトロール指揮系統に従った統制の取れた行動が熊対策と現場の作戦行動において極めて重要だからです。3、和製英語。ガバメントハンターは実は英語圏には存在しない日本独自の造語です。この言葉には熊対応を個人の趣味から政府ガバメントが責任を持つ公共サービスへ格上げするという明確な狙いがあります。民間任せの時代を終わらせ、行政が主体となって管理を行うという意思表示でもあります。言葉の経緯とやってる感の演出。この言葉が急浮上した背景には、従来の猟友会ボランティアが限界を迎え、
人身被害が過去最悪となったことへの政府の強い危機感があります。黒っぽさの演出、これまで熊駆除というとどこか田舎のおじいちゃんたちのボランティアというイメージが拭えませんでした。そこにカタカナのガバメントハンターという名称を当てることで最新の国家レベルのプロフェッショナルな新しい対策が始まったというイメージを国民に植え付ける狙いがあります。批判をかわすブランディング、巨額の税金600億円を投じる際、単に公務員を雇いますというよりも外国の制度を導入したかのような響きを持たせることで世界基準の先進的な取り組みであるという雰囲気を作り、予算執行への批判を和らげる意図も見え隠れします。誤解の懸念、英語の語順や語感としては非常に奇妙、あるいは物騒な響きになります。ガバメントをハントすると聞こえます。つまり英語でガバメントハンターというと文脈によっては政府の人間を狩る者、反政府ゲリラや暗殺者や比喩的に政府の汚職を追及する検察官のようなニュアンスに受け取られるリスクがあります。正しい英語では本来政府に雇われた捕獲員ならガバメントエンプロイドハンターやステートワイルドライフオフィサーとすべきところですが、語呂の良さと力強さを優先して文法的に不自然な造語がそのまま採用されました。真の狙い、責任の所在を国に移すこと、この名称を広めた最大の戦略的狙いは熊対策を警察や自衛隊と同じレベルの公的支配時に昇格させることにあります。民間の負担軽減、今まで駆除したハンターが動物愛護団体から非難されたり、警察から銃の使い方が不適切と書類送検されたりする事件が相次いでいました。行政の盾、ガバメント政府のという冠をつけることで、これは個人の趣味ではなく国が責任を持って言っている公務であると明確に定義し、現場のハンターをバッシングや法的リスクから守る盾にする狙いがあります。4、財源は出国税。この莫大な対策費の大きな支えとなっているのが国際観光旅客税、いわゆる出国税です。環境省の2026年度予算案では熊対策費62億円のうち60億円を出国税からひねり出しています。国立公園や観光地での過失没は訪日客の安全を脅かすため、これを観光インフラの安全維持と定義し、外国人観光客らから集めた税金を対策に充てるという合理性が示されています。外国人観光客から集めた税金を充てるのに政府がこの財源を正当化する最大の理由は観光資源の安全管理です。知床や白神山地といった国立公園、あるいは日光や軽井沢といった主要な観光地において熊の出没は訪日客の生命を脅かす直接的なリスクとなっています。観光客を呼び込む以上、その安全を確保するのは観光インフラの維持であるという定義に基づき、出国税の使途である快適に旅行できる環境の整備に該当すると判断されました。想定される反応、当然強い反応も存在します。目的外使用ではないか。もともとは空港の混雑緩和や多言語対応のために作られた税金であり、山中の獣害対策に使うのは拡大解釈だという批判。都市部観光客の不公平感、東京や大阪といった都市部を訪れる観光客が払った税金が地方の熊対策に偏って使われることへの疑問、根本的な解決になるのか。パトロールや駆除といった消耗的な活動に観光振興のための貴重な財源をつぎ込み続けることへの懐疑論、それでも予算を通した事情、反対意見がありながらも押し通された背景には人身被害が過去最悪を更新し続け、従来の一般財源通常の税金では到底足りないという切羽詰まった状況がありました。また訪日外国人の間で日本の野生動物への関心が高まる一方、不用意な接触による事故が国際的な観光イメージを損なう恐れがありました。政府としてはインバウンドの好調で潤っている出国税という新しい財布を活用することで迅速にガバメントハンターの体制を構築する必要があったのです。世の中の評価、世間の評価は二分されています。地方自治体や観光業者からは命に関わる問題であり、財源が確保されたことを歓迎する声が上がっています。一方で SNS やネット上では何でも観光に結びつければ税金が使えるのかという冷ややかな視線や、観光客向けではない住宅内の熊対策にまでこの予算が適切に分配されるのかを注視する声も多いです。5、総額600億円、国と自治体の予算を合わせると熊を含む鳥獣対策の総額は年間約600億円規模に達します。これは国のいじめ防止対策予算の約10倍、人口10万人の地方都市を1年間運営できるほどの巨大な金額です。単なる駆除の代金ではなく、荒廃した里山に人間と熊の境界線をもう一度引き直すための国土再整備コストがこの600億円の正体です。いかがでしたか。この情報が役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。